どうも、日本語で喋りましょうの岡戸と、木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はレビューについて話したいと思います。はい。で、これレビューについてって考えた時に思ったんだけどさ、結構日うん。本人ってさ、レビュー書くとき辛口じゃない？ああ、そうね。むしろ嫌な思いした時しか書かないんじゃないかなって思う。ああー、なるほどね。なんかすごい良かったと思ったら別に何も書かないみたいなね。うんうんうん。うんうん。確かにそういうところはあると思う。だからさ、例えば日本のさ、レストランのレビューサイト、食べログってすごい有名なのあるけどさ、うん。なんかすごい良くて星3つとかだよね。ああ、そうね、そうね、確かに。星5段階中評価なんだけどさ、マックスの5とかさ、あんまり見ないよね。確かに。うんうん。だから今日はそのレビューについて木村がどう思ってるか、俺がどう思ってるかっていうところで話していきたいと思います。はい。で、レビューじゃ例えばさ、レストランで外食すうん。るとき結構気にする？レビューを気にするっていうわけじゃないけど、うん、レビューのサイトだったり、うん、ちょっと食べログとか、Google レうん、ビューとかは見るんだよね。うん、うん。うん。なるほどね。それはもう外食するときは必ず見る。まあ、いつも行ってるとことかは見ないけど、うん、新しいとこに行ってみようとか、うん。誰かが紹介してたお店とかに行くってなったら見るかな。なるほどね。なるほどね。例えばさ、もう街中ただ歩いてて、だから良さそううん。だなってお店があったとするじゃん。その時うん。も、そのお店に入る前にレビュー確認する？それは確認しない。そのまま行っちゃうね。直感で。うん。なるほどね。なるほどね。で、具体的にさ、レビュー見るとうん。きさ、どんなところ気にする？俺は、星よりも画うん。像を気にするかな。あ、そう。レビューしてる人の写真？そうそう。ああ、なるほどね。それは画像のさ、どこを見るの？食べ物の写真とか見うん。るかな。特に。うん。あ、なるほどね。まあ、言葉で書いてあることより写真の方が、なんていうんだろう、説得力があるってこと？そうそうそう。どういうなるほど。ふうに、こう、食べ物を見せようとしてるか。うんうん。って大事だなと思ってて。なるほどね。確かにそれ大事だね。俺あんまり気にしてなかったんだけど、でもさ、うん。時々さ、お店のさ、ウェブサイト見てさ、ウェブうん。サイトに載ってる写真と、レビューの写真ちょっと違かったりするよね。実際と違う場合はある。うん。から、そこはまあちょっうん。と注意しなきゃいけないところだ。そうね。だからレビューの方が、より率直なね、正直な写真が見れるからね。うんうん。そうね。なるほどね、なるほどね。俺もやっぱり外食するときはレビュー見るんだけど、俺うん。が結構気にするのはレビューの数かな。ああ、数ね。うん。大事うん、やっね。ぱりレビューが多ければ多いほど、うん、もっとまとまった意見が出てくると思うし、そのお店の信頼性も上がると思う。う結ん、局、平均的に評価が高いところはやっぱ美味しいと思うから。そうね、そうね。うん。だってさ、すごい平均が高くてもさ、例えばレビューがさ、10個しかありませんとかだったら、やっぱりさ、ちょっと不安になるよね。不安ない。それもしかしたらそのさ、お店のなんか、家族とかさ、確かにその桜。可能性もあるからね。そう、桜がいる可能性があるから、そこは気をつけないといけないね。うん、そうそうそう。うん。あと、俺が気にするのは、一応低評価のレビューを見るかな。ああ、うん。やっぱりレビューってさ、高評価の方に目が行きがちだけど、なんでこの人はこのレストラン好きじゃなかったのかっていうのも一応見ておいて、まあ時々ね、なんだろう、言いがかりみたいなあんまり参考にならない低評価のレビューもあるんだけど、けど実際にうん。サービスが良くなかったとか、実際に美味しくなかったっていう可能性もあるからさ、そこは一応目を通しておくかな、俺は。ああ、なるほどね。
あ、うんうん。オカド自体は何レビューはする残すち俺はなみに。ね、レビューは残したことないかも、今まで一度も。あ、そう。俺もうんうん。ないんだけど。うんうんうん。うん。でも自分の中では、まあ、このお店はこんぐらいの評価だったなっていうのはあるよね、きっと。それはある、それはある。そうだね。自分の中のレビューは頭の中にするけど、それをオンラインにしないだけだね。同じね。なんかそれで今ふと思ったけどさ、うん。日本のさ、なんだろう、サービスはあうん。んまり良くないけど、ラーメンは美味しいみたいなスタイルでああ、はい売ってはいはい。るラーメン屋さんとかあるしさ、うん。うん、そういう場合ってなんか難しくないそのさ、レビュー、確かに評価をど確かに。うつけるかみたいな。確かにね、そういうお店だとサービスが良くないから、全体的にこのレビューの評価、星の数も下がるかもしれないけど、味は美味しいってことだもんね。そうそうそう、なんでこんなにいつもお店の人怒ってるんだろうみたいな。なんか不機嫌な店主がいたりね。いそう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 。うんうん。なるほどなるほど。だから本当にそういうのを避けるためにも、ただ星の数とか見るだけじゃなくて、実際に何を書いてるか見るっていうのは大事だよね。そうね、そう書いてることをよく読むのも大事だと思う。うん。確かに確かに。木村はさ、その例えばそんな感じの味は美味しいけどサービスがまあまあですみたいなお店がやったら、サービス多少悪くてもあんまり気にならない。うん。あんま気にならない。なるほどね。結構俺も味さえ良かったらサービスは二の次かも。うん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 。ううん。ん。日本で結構あるよね。なんかサービスはあんまり良くないさ、不機嫌そうなさ、おじいさんとかおばあさんがやってるんだけど味はもうめちゃめちゃ美味しいみたいな。多いよ、もう何十年もやってますみたいな感じのお店とかすごい多いよね。そうそうそう。だからね、サービスだけで判断するのはちょっと危険だね。だからそういうところこそ、なんかあんうん。まり評価自体は多くなかったりとか、高い評価がないけど、実は本うん。当は美味しいとかってこともあるだうん。ろうから、そうね。まあなんかそういう点では必ずしもこう、レビューが全てではないかもしれない。確かに確かに。俺さっきレビューが結構ね、数気にするって言ってたけど、俺みたいなレビューの見方をすると、そういう美味しいところを見逃す可能性があるのか。そうそう、なんかローカルの人しか行かないところとかは、むしろローカルのうんうん。人たちは他の人たち知ってほしくないから、その、そうね。他のね、観光できてる人たちとかがこう、いっぱい来て混んじゃうとさ、行きづらうん。くなっちゃうところもあるからさ、確かにね。俺もちょっとそういうところはあるんでね、そういう自うん。分がすごい好きなレストランがあって、うん。なんかもっとそのお店がね、繁盛してほしいなとは思うけど、うん。なんか忙しくなっちゃうと自分がこう、行くとき混んでたら嫌だな、みたいななる思うと。ほどね。うん。なるほど。繁盛してほしいけど、しすぎてほしくないってことね。そう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 。だからあんまりうん。こう人にこう知らせたくはないんだけど、みたいな。ああ、ああわかるわかる。結構それあるよね。食べ物だけじゃなくてさ、なんか、例えば自分の好きなアーティストとかはさ、みんなにちょっと知ってほしいけど、人気になりすぎたら、なんか寂しいなみたいな。そう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 。で、うん。古参ファンはね、ちょっと寂しくなっちゃう。そうそう。ちょっとそれに似てるかもね。確かに。そうね。うん。うん。で、まあ、レストラン行くときはこんな感じでレビュー見るけど、うん。例えばさ、オンラインで買い物するときとか、例えばアマゾンとかで買い物するときとか、うん。もうレビューは結構確認する。オンラインで買い物するときは、そうね、レビューの数を結構気にするかな、俺は。なるほどね。やっぱりレビューが多ければ多いほど安心して買えるって感じ。うん。レビューがまあ、その数が多くて、なおかつその評価が低すぎなければ、うん。まあ、ある程度そう信頼していいかなと。うんうんうん。なるうん。ほどね。やっぱり俺もこれさっきのレストランと似てて、レビューの数は必ず見てて、けど気をつけなきゃいけないのが、時々さ、日本人でさ、うん。なんか、まだ商品は届いていませんが、期待を込めて星5みたいなレビューする人いるんだけどさ、見たことない？ある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 。あるある。いや、いやそれやめてほしくない？きっと多分それは、うん。高い評価を上げると、なんか次回のクーポンがもらえるとか、うん。っていうのがあったりとかする場合もあるんだよね。だから、なるほどね。なんかちょっと、それでやってるんだろうけど、うん。何のためのレビューなんだろうみたいなとこ。そう、全く参考にならないね。うん。そうそうそう。あれはマジでやめてほしいのと、
あと思ったのが、なんか商品全然関係ないけど、発送した時のなんか配達員さんが良くなかったですみたいなレビューも、なんか全然そのお店と商品と関係ないからさ、それそうね。もあんまり参考にならないなと思そういうレビューはちょっと、なんで、なんで残す必要があるんだろうと思うな。う。うん。やっぱりどっかでこの不満をシェアしたいんだろうね。うん。うん。レビュー書くときやっぱそこ気をつけてほしいよね。その他の人のためになるようなレビューをせめて書いてほしいね。確かに。そうね。うんうん。そうそうそう。でも逆に言ったらその低評価のさ、レビューとかにも真摯にこう対応してるお店とかもあるじゃん。その不手際があってすいませんでしたとか、返金させてくださいってちゃんと対応してるお店とかもあるから、やっぱり評価が低くても、そこの対応をちゃんとやってるお店だったら、やっぱり買おうかなって俺は思うな。そう考えるとやっぱ俺らももうちょっとレビュー書いた方がいいかもね。まあお店がね、もしかしたらそういう気づかないこととかって、うんうん。ね、お客さんから見えるかもしれないからね。そうだよね。だから逆にね、向こうからしたらありがたい可能性もあるからね。いいレビューでも悪いレビューでもさ。そうね。うん。ああ、結構日本人のレビューはね、厳しすぎるかもしれないけど、こういう風に細かいレビューを書いたらね、その分参考になるものも多いかもしれないから、ちょっと意外とレビューって大事なんだなって感じた。うん、そうね。ということで今日はレビューについて話してみました。皆さんは買い物の時や外食の時レビューを気にしますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。